リアーが死んだ。その一言でケビンの時間は止まった。ついさっきまで敵のアジトに単身乗り込み、命を削って取引を成立させた男がその場で崩れ落ちるほど、この知らせは重すぎた。自分の選択が何を奪ったのかをようやく理解した。守ったつもりだったものがもう取り返しがつかないかもしれないという現実だけが静かに突きつけられていた。皆さんこんにちは。リエルホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。話を戻すと、ケビンがリアーの居場所を常に把握できていた理由はリットの携帯を手にしていたから。それだけで終わらない。彼はリットになりすまし、リアーに返信を送り続けていた。だがリアーとラビッチはすでに違和感に気づき始めていた。どれだけ連絡を取ろうとしてもほぼ返事が返ってこない。そして2人がたどり着いた結論は一つ。リットはもうここにはいないのだ。リアーはケビンの隙をついて引き出しの鍵を盗み、中に隠されていた携帯を見つける。そこでようやく全てがつながった。だからリアーは罠を仕掛け、わざとケビンの監視から外れてラビッチの車で姿を消す。夜になっても戻らないリアーを心配していると、リットの携帯にリアーから助けてというメッセージを受け取った。罠だとも知らずに現場へ飛んでいくケビン。そこでリアーがお前がリットを殺したのかと正面から問いただす。ケビンは殴ったことは認めたが殺してはいないと誓う。その後リットは消えてマレーシアに戻った記録もあるという。そしてひざまずいてお前がいないと息すらできないと許しを請う。リアーはその夜表向きはケビンと一緒に帰った。しかし真夜中に空港にリアーとラビッチの姿があった。ラビッチが手配した偽造パスポートを握りしめて、リアーはついにケビンから離れる決意をした。しかしケビンはすでに先回りし、書類偽造で警察に通報していたのだ。駆けつけた警察は確かにリアーを止めたが、突きつけられた容疑は全く別のものだった。リット殺害という取り返しのつかない罪だった。その瞬間、ケビン自身も何が起こっているのか理解できなかった。自分が仕掛けたはずの流れがどこかで完全にすり替わっている。それもそのはず、警察はすでに剣の金で動いていたのだから。ケビンは今度こそ逃げずにラビッチとラリーンに全てを明かし、リットとの一部始終をさらけ出した上で、黒幕が剣である可能性が高いと告げる。そしてリアーを取り戻すため、たった一人でマフィアのボスのアジトへ踏み込んだ。差し出した条件は一つ、リットを殺した手下を自首させること。その見返りとして自分の持つビジネス上の利益を差し出すという後戻りのできない取引だった。だがその頃、刑務所の中ではすでに取り返しのつかないことが始まっていた。剣の指示を受けた警察がリアーに手をかけ、首にナイフを突き立て、自殺に見せかけるために服を巻きつけ、そのまま意識を失っていく彼を放置した。ケビンはようやく本物の犯人を連れて警察へ引き渡し、全てを終わらせたはずだった。その直後に突きつけられたのがリアーが死んだという知らせだった。間に合ったはずの全てがまるで最初から無意味だったかのように崩れ落ちていく。病院に飛び込むと、リアーはかろうじて最後の一息をつないでいた。手術室の扉は何時間も閉ざされたまま、それでも脳死のリスクからはまだ逃げ切れていない。そこへリアーの父親が怒りを通り越してケビンに、これは全部お前一人のせいだと言い放った。その言葉にケビンは何一つ返せなかった。リアーを本当に失うかもしれないという現実を逃げ場のないまま突きつけられて、ケビンはようやく自分が守ろうとしていたものはずっと自分の手で壊し続けていただと気づいた。また次回お会いしましょう。ではでは。